雪氷の旅。概要欄のチャプターリストもご活用ください。最有旅行の雪氷ツアー。今回の旅行は最有旅行さんの企画ツアーです。動物写真家秋山智信さん同行の15日間のツアーです。野生の雪氷を見に行くその目的だけのツアーです。ちなみに来年の2026年のツアーは雪氷のほかマヌルネコ、ヨーロッパオオヤマネコの3種類の猫を見に行くツアーです。このツアーでは前半で雪氷の観察ができました。後半は大雪が降り、雪氷は見られませんでした。そのため出発から数日間の雪氷が見られた日々を動画でまとめました。後半は雪氷は見られませんでしたが、いろいろ出かけていますので、時間があったら動画の後編を作るかもしれません。ゆっくり話してますので、お急ぎの方は2倍速でもなんとか聞き取れるよ。0日目、成田全泊。今回は成田空港まで銀座からエアポートバスを利用しました。東京駅より本数は少ないですが、早めに並べば確実に乗れて座れます。第2ターミナル到着。展望台から飛行機見た。成田空港からはホテルのシャトルバスでマロウドインターナショナルホテル成田へ。空港からホテルまでシャトルバスで約10分です。部屋は滑走路側です。部屋の窓からは離陸する飛行機が見えました。夕食はブッフェ。天ぷらは揚げたて。一口ずつ全部持ってきました。お刺身もありました。別料金でジムと大浴場が利用できます。夏はプールもあります。0日目終了。おやすみなさい。ホテルの紹介動画もありますので、よろしければご覧ください。1日目、成田からデリーへ。朝食は夕食と同じレストランでブッフェです。昇る朝日が見えました。朝なので量は夜よりも控えめ。朝早すぎて飛行機は飛んでなかった。ホテルのシャトルバスで成田空港へ。第2ターミナルに到着。最有旅行さんの集合場所に行っていろいろ入った袋をもらいました。JAL ABC で荷物の受け取り。無駄に大量の物資を持ってきてしまいました。他の人に配ったり、現地に置いてきたものもたくさんあります。お菓子などは現地スタッフさんやドライバーさんに毎日配りました。極寒の雪山キャンプの装いで行きましたが、
思ったより全く寒くありませんでした。長蛇の列 AI307 に乗ります。列に並んでいるとエアインディアの荷札が配られました。いよいよデパーチャー。ジャパンフードホールへ。期限間近のプライオリティパスを使います。鉄板焼き、道頓堀、栗田。プライオリティパスメニューの中からお好み焼きを選びました。たこ焼きとどら焼きもついています。最有旅行さんの集合時間。ゲートの待合所で再度顔合わせをして登場です。エコノミークラス、窓際の席です。声優旅行さんで予約時にオプションで窓際にしてもらいました。タッチパネルもリモコンも壊れていて見られませんでした。リモコンはたまに自動で飛び出しました。でも自動音声は流れます。3列の椅子ですが壊れていないのは真ん中の1台だけでした。12時30分ごろ離陸。これから約10時間のフライトです。隣の席の女性はインドにあるヨガの聖地リシュケシユに行くのだそうです。私はラダックに雪氷を見に行くと話しました。お互いにツアーのパンフレットを見せ合ったりいろいろお話をして楽しく過ごせました。こちらはトイレ。おむつ交換台もついていました。13時ごろ富士山が見えました。英語ですが富士山が見えるというアナウンスがありました。飛行機のほぼ真下なので見えにくかったです。14時ごろ1回目の食事。昼間ですが機内の照明は落とされて少し暗いです。食事はベジタリアンカレーにしました。2種類のカレーに野菜のマリネ、パンとチョコレートムースです。朝ごはんはブッフェで、その後空港でお好み焼きも食べたので、すでに満腹です。窓は少しずつ暗いシェードがかかっていきます。これは食後の紅茶だったかな。動かない画面。窓も夜みたいに暗くなりました。昼間だけれど、これなら寝られますね。たまに現在地なども見ることができました。20時ごろ、2回目の食事です。日本のバームクーヘンと冷たいブリトのようなもの。ハラペーニョがたくさん入っていて美味しかったですが、辛くて食べられない人もいました。私は美味しく食べました。2回目のお昼ご飯なのでちょっと苦しい。辛いハラペーニョ入ってる。21時過ぎ、インド上空です。
初日は夜にデリー着で空港の近くのホテルに泊まります。翌日の朝も早いので寝るだけで夜ご飯も朝ごはんも食べません。そろそろ着陸です。22時、デリー到着。ツアーの皆さんで集合してホテルに向かいます。ホテルまでは専用バスで移動です。ホテルのある場所は空港に隣接する商業エリアのエアロシティです。ショッピング施設もあり、時間があれば行ってみたい場所です。ラーメン屋さんもあるみたいで食べてみたかったわ。カツ丼もあるのよ。とにかく近くてトランジット宿泊には最適。空港から数分でホテルに到着。プライドプラザホテルエアロシティ。ホテル到着は日本時間では0時前。ロビーに集まって明日の集合時間などの認識合わせをしてそれぞれ部屋へ行きました。部屋は一人で泊まるのには十分に広く清潔でした。翌朝の集合時間が4時なのでバスタブに少し浸かってすぐに寝ました。1日目終了。ホテルの紹介動画もありますのでよろしければご覧ください。おやすみなさい。2日目、デリーから2日目は早朝にデリーを出発し、お昼にはに到着します。そして高知順応のためにホテルで静かに過ごすのがおすすめです。まあ、私は街にお出かけしちゃいましたけどね。3時半起床。4時にロビー集合。外観などを撮るのでさらに早めに1階に降りました。朝食ブッフェも食べてみたかった。4時5分、空港に出発。0域の飛行機に乗る場合は手荷物の検査がとても厳しいです。私はバッテリーなど大量に持って行ったのでバッグの中身は全部見せることになりました。でも最有旅行産のツアーの場合はラジエーターがあるのでバッテリーなども必要最低限の量で問題ありませんでした。空港に到着です。数千円でビジネスクラスにアップグレードできました。早朝ですが混んでいます。怒涛の入国審査と搭乗でした。5時50分搭乗、6時50分離陸予定。富士山とスタンプ。2列シートです。1時ごろ離陸しました。海抜300メートルのデリーから3500メートルのまで約1時間半の旅です。
冷空港も手荷物検査は厳しくて、手荷物全部フルオープンでした。一眼レフカメラ、望遠レンズ、デジタルカメラ、アクションカメラ、充電器、バッテリー多数、ケーブルも多数。怪しい人と思われたかもしれません。モンベルのミニランタンは、これは何かと聞かれたのでランタンだと答えると、実演させられました。ほほう、という顔をされました。7時半ごろ、朝ごはんです。ベジタリアンプレート。私のご飯は、味のついたナンと、焼きビーフンと、カレー、フルーツと、バターといちごジャム。こちらのプレートは卵や肉団子あり。これはコーヒーだったかな。冷空港は上空も含めて撮影禁止なので、突然ですが、空港を出てからホテルに向かう映像です。今日は高知順応のため、基本はホテルステイです。宿泊先は、ザ・グランドドラゴン、ラダックです。ホテルの紹介動画もありますので、よろしければご覧ください。Good morning, Mama Jam. 旗と呼ばれる白いストールを首にかけてもらいます。 Good morning, Mama これ Jam. はチベット仏教文化圏で敬意や歓迎、幸運を象徴する縁起物です。部屋の鍵を受け取って三角寺部屋へ。レストランの景そ色がの後でホテルのレストランでランチです。説明します。はい。部屋。お昼ご飯はそれぞれ食べたいものを注文しました。富士屋ホテルのレストランに似ています。私はペンネアラビアータを食べました。明日からは帯同するネパール人コックさんの料理です。これは桃。お昼の後にちょっとお散歩。本来は高知順応のために部屋でゆっくりするのがいいんです。でも参加者のうち私を含む3名は例の町に出かけました。デリーと同様、野良犬が多いですが、野良牛もいます。牛の場合、メスは牛乳が取れるので飼ってもらえますが、オスは野良牛になるんだそうです。夜は氷点下。犬も牛もどのように過ごしているんでしょうか。例の観光シーズンは6月から9月です。2月のこの頃は閉まっているお店がほとんどです。道中にホテルも何軒かありますが、観光客は少なそうです。このスーパーにはお土産に良さそうなものもありました。でも値段がついていないので買えませんでした。歩いている人もまばらです。ここはオールドレイロードです。ここを曲がって少し先に A のメインバザール通りがあります。
この辺りがメインバザールです。観光客は少しいますが、閉まっているお店が多いです。マグネットを売っているお店を見つけました。雪氷のマグネットを3個買いました。あとは適当に街を散策。寺院がありました。では、ホテルに戻ります。水を飲むのラウシ。お牛がいないと子牛が生まれないので、野良牛も大切にされているそうです。ホテルに到着。少し部屋で休んだら夕食ブッフェです。とてもおいしいブッフェでした。ライブキッチンもあり、美味しいけれど発音できない料理もありました。चाट पापड़ी Jack Papri. चाट Only chaat, Jack chaat papri. Papri. चाट पापड़ी Jack Only Papri. chaat, only chaat, Jack chaat papri. Jack Papri. जी बोले तो CP. CP. C. Chaat. Jack Papri. はい。G. 2日目終了。おやすみなさい。ホテルの紹介動画もありますので、よろしければご覧ください。3日目、レイ近郊で雪氷観察。ザ・グランドドラゴンラダックホテルでの朝食。ブッフェですが、昨夜食べ過ぎたので朝ごはんは少なめです。今晩からは民泊やテント泊です。ペリーに戻る前日にまたこのホテルに戻ってきます。朝7時、ホテルを出発。家畜の牛を仕留めた雪氷が数日その付近にいるという情報があり、その農家まで向かうことになりました。市街地が続きます。お店も多い通りです。天気もとても良いので、日本の冬の服装で問題ありません。飛行機からもたくさん見えたのですが、ポプラの木が植えられています。ポプラは主に家や家具作りなどの建材として利用され、他には焚き木などにもなり、ラダックでは生活に欠かせない樹木です。年間降雨量が100ミリしかないラダック地方では、ポプラの他では柳も植えられているそうです。ちなみに、日本の年間降雨量は1700ミリです。これはインダス川の支流だったかな。道も砂利道になり、山の中に入っていきます。山には樹木はなく、その形状も様々で、岩肌もあれば砂っぽいところもあり、色も様々で万華鏡のようです。蛇行する川は白く凍っていて、山にかかる降雪も山肌に合わせて流れるような模様を作っています。景色を見ていて、全く飽きませんでした。8時過ぎ、農家に到着しました。観察できそうな高台まで緩やかな上り坂ですが、
高山なので私はかなり息が切れました。ここで観測。牛の死骸はありますが、雪氷は近くにいない様子でした。しばらく待ちましたが、ワリラという標高4500メートルの山に移動することになりました。洗濯板みたいな山。途中でブルーシープの群れに遭遇。実際の距離感はこんな感じ。車を止めて道路から観察しました。草を食べています。少しずつ上の方に登っていってしまいました。ワリラに向かう途中で最初に行った農家に雪氷が戻ったと連絡が入りました。農家に戻ります。再び農家の高台で観察です。隣ではスタッフさんがお昼ご飯の準備をしています。雪氷はこの辺りにいました。これはスタッフさんが準備したスコープにスマホを押し当てて撮影したものです。雪氷までの距離は200メートル程度だったと思いますが、肉眼で見るのは厳しいです。自分で押さえながら撮影したのでよく撮れませんでしたが、生まれて初めて見る野生の雪氷です。ちなみに私の75、300ミリメートルの望遠レンズではこんな程度でしか撮れませんでした。ボケた写真しか撮れませんでした。でも撮った写真でタイムラプス動画を作ってみました。ずれたりボケたりで見苦しい映像ですみません。13時過ぎ、ランチタイム。今回のツアーにはネパール人のコックさんが帯同します。コックさんは民泊先のキッチンを使って料理をし、お昼頃にスタッフさんが観察場所までご飯を運んできてくれます。食事はスープから給仕が始まります。その後は主菜や副菜などが配られます。テーブルの近くに近所のかわいい犬がお座りしていました。食事は他にも数種類のおかずやフルーツがありましたが、映像が残っていませんでした。お昼の後は再び観察。私は自分のカメラは諦めてスコープを借りて観察しました。お昼ご飯が終わった後はランチ時に使った椅子に座って観察できました。スコープにスマホを押し当てて撮影。牛の顔をペロペロ舐める雪氷。15時半におやつタイム。チャイとクッキー。毎日1、2回おやつタイムがあります。
雪氷が現れた情報を聞きつけて、だんだんとギャラリーが増えました。そろそろ撤収。初日から雪氷が見れてとてもラッキーでした。車は全部で4台です。ツアー客とスタッフさんはほぼ同じ人数です。16時半、車に乗り民泊先へ向かいました。ラダックでは石垣がとても上手に積まれています。日本の城を思い出すわね。でもガードレールはスカスカでちょっと怖い。洗濯岩みたいな山、縦。洗濯岩みたいな山、斜め。アンパンマン滑り台みたい。多分インダス川。ヘアピンカーブ。町に戻ってきました。川の向こうにチェムレボンパが見えます。その対岸にあるのが今回の民泊です。18時ごろ民泊に到着。ここでの民泊は普段家族が暮らしている部屋を私たちに提供します。この家の家族は夜は廊下などで寝ます。家族は玄関の近くのここで寝ていました。とりあえずまずはリビングで休憩です。夜はここもツアー客の寝室になります。もうすぐ夕ご飯だけれど、お茶菓子とチャイ、そして部屋決め。男子はこのリビングで寝ます。女子はじゃんけんで好きな部屋を選びます。近くの別の家に宿泊した人もいます。部屋をみんなで見て回ります。各部屋にベッドや布団はありますが、私たちはスタッフが準備する寝袋に寝ます。私はじゃんけんに勝ったので、ファンシーかつゴージャスなこの部屋にしました。あ、まだスタッフさんたちが準備中です。夕ご飯前、まだ時間があるので、この家のおばあちゃんと写真を撮ったり、スタッフさんの桃作りを見たりしました。もも。 Momo. これは Vegetable. バジル。バジルとスープ。 Soup, yeah. Rice. あ、ライス。クッキーを食べ過ぎたので、ご飯は少しだけ。メロンとトマト、最後にブドウとオレンジ。青唐辛子は非常に辛かった。ラダックの人たちはポリポリおいしそうに食べていた。もう寝る時間。ここは娘さんの部屋。軍も使う二重の寝袋。毛布もついていますが、寝袋だけで暖かかったです。暖房がなくても問題なし。星空がとても綺麗でしたが寝ます。
アクションカメラでは星が映ってなくてすみません。おやすみなさい。3日目終了。4日目バリラでリンクス観察。もう4日目の朝。スタッフさんたちはこのコンクリートの玄関にマットレスを敷いて寝袋に入って寝ていました。トイレは屋外のここでした。民泊でトイレが屋内にあっても夜は電灯がつかないことが多いです。トイレに行くには首から下げるタイプのライトが便利でした。夜は明かりがつかないので置き型のライトもあると良いですが、首から下げる照度の低いものでも十分でした。私は置き型の大小ランタン、ペンライト、首下げライト、ヘッドライトなど家にあるキャンプグッズを総出で持って行って無駄でした。首から下げるものと置き型の小さいの2個あれば十分です。娘さんのお部屋お世話になりました。ゆっくり眠れました。6時過ぎの早朝出発なので、朝は用意されていたクッキーとチャイをささっと食べる。おばあちゃんがインダス川から汲んできた水をタンクに入れています。ラダックでは水道も復旧していますが、冬季は水道管が凍ってしまうため川の水を利用します。でもこれは温水器かな。おばあちゃんに写真を撮りたいと言うと、空のタンクを持ってポーズしてくれました。さて、ワリラに出発です。その日どこに向かうかは、スタッフさんたちが動物の出現情報の連絡を取り合って決めます。先発隊がスコープを持って視察に出かけることもあります。朝日が当たって山もとても綺麗です。本当に景色も素晴らしいので、オープンバスに乗りたい気分です。今日見に行くのはオオヤマネコ、リンクスです。ユキヒョウよりも珍しい動物です。道路は昨日の山道とは異なり、アスファルトで整備されています。車で簡単に行けるけれど、鉱山には変わりありません。そこで私を含む3人が体調不良になりました。でも私は車でちょっと休んだら復活できました。この日は道路脇に車を止めて、車の近くでリンクスを観察します。夕方までリンクス観察です。到着。スタッフさんが動物を探します。スタッフさんが動物を見つけると、そこを拠点としてそれぞれ自分のカメラの三脚をセッティングします。自分のスコープを持参している方はスタッフさんにセッティングとピント合わせをしてもらえます。ビデオ波は自由に撮影します。日の出です。この場所では動物が見つからなかったので、山のさらに上へ移動です。次の場所ではリンクスが発見されました。この辺りです。みんなでリンクスを観察。この距離では私のカメラの望遠レンズなんて全然ダメです。スタッフさんのスコープをお借りします。ピントは合わせてもらってますが、肉眼では見えても
その撮影は難しいです。スマホをスコープに固定する器具もあるようですが、それなしで手で押さえての撮影はかなり難しいです。なんとか撮れても、リンクスがどこにいるかわからない。そんな時は、その画面の静止画を撮って、スタッフさんにどこにいるのか指差ししてもらうと良いです。リンクス出現の情報を聞きつけて、別のツアーもどんどん集まってきます。私のスマホをスコープに固定してもらえました。スタッフさんがピントを合わせて固定中です。その間にもどんどんギャラリーが増えていきます。あ、セッティングできたようです。スコープは値段が高いけれど、スマホアダプターなら買えるかな。これが設定してもらった時の動画です。拡大。岩の上に2匹のコリンクスがいます。スコープを使っての動物探しとはいえ、何キロメートルも先にいる岩と同化しているリンクスを見つけるスタッフさんがすごいです。1匹下に降りました。もう1匹も下に降りました。お母さんリンクスは少し離れたところにいて、もう帰ろうと子供たちを呼んでいます。お母さんも休憩。お母さんも見えなくなってしまいました。これはアダプターなしでスコープにスマホを当て、自分で撮影したものです。拡大。揺れていて見にくくてすみません。スタッフさんからスコープの縁に人差し指を置き、手のひらにスマホを乗せると安定しやすいとアドバイスもらいました。それでもすごく下手です。高山のせいか少し頭が痛くなり、車で休憩などしましたが、十分リンクスを見ることができました。最後の方は岩場に移ったようですが、見つけられませんでした。この日の食べ物は9時半におやつ。11時過ぎにランチ。平たいところにテーブルのセッティングがされています。他のツアー会社も準備してますね。お湯は沸かしたてだったのか。スープ。おかずが入った保温食缶。野菜炒め、カレー、ご飯、チャパティ、そしてカリフラワーのガーリック炒め。唐揚げ。あとはフルーツ。ご飯は毎回どれも美味しかったです。お昼くらいがピークで、車が10台以上止まっていました。午後、車で休憩している時もおやつの差し入れがありました。
反対側の山の斜面なのでかなり遠かったです。スコープにスマホ接写で撮影するとかなりボケていますが、肉眼ではもっとはっきり見えました。おしっこしてたのかな。揺れてよく撮れてないですが、ウサギを狙っていたかもしれない場面。鹿かな。コリンクス。スコープは数台ありますが譲り合いです。あと、性能が良いのとそうでもないのがあります。他の人と譲り合ってお借りしましょう。私が撮影したものがボケてたりずれたりするのは腕前のせいです。子供たちがなかなか来ないのでうろうろするお母さんです。5時撤収。今日からはテント泊の予定でした。しかし私含む3名がちょっと体調が悪くなったことと、他にも健康面から部屋泊を希望する人がいたので民泊することになりました。スタッフさんたちはすでにテントを組んでいたのですが、庭にテントを張ってあるお宅に泊まります。走る野良牛、暴れ馬ならぬ暴れ牛。新興住宅地でしょうか。新しい家が並んでいます。あれ、さっきの暴れ牛。18時過ぎ、すっかり暗くなりました。昨日宿泊した民泊に1名を下ろし、私たちが泊まる民泊に向かいます。19時過ぎ、民泊に到着。っていうことは部テントじゃ屋もダイニングないっていうこと？も2階です。全員部屋泊になったことと部屋割りの説明を受けています。ここは一人部屋。ここは二人部屋。女子は5人なので3人部屋と2人部屋に分かれました。昨日と同様、ベッドの上に寝袋です。20時過ぎ、夕食、スープ。このスパイシーなパリパリがとってもおいしい。ほうれん草炒めのようなもの。チキンカレー。うどんをぐるぐる巻きにしたような桃。ヨーグルトだったかな。トロトロしている豆カレー。焼きバナナ。サラダもありました。今日も全部おいしいご飯でした。おやすみなさい。4日目終了。5日目以降の内容は次の動画ができるまでお待ちください。ちなみにこの星空はこの民泊の庭から見られた夜空です。5日目以降予告。5日目から9日目も雪氷とリンクスを見ることができました。雪氷はこれまでと比べて
一番近いところから見られました。テント泊にも一日チャレンジしました。大雪が降ってタグマチック村へ移動するところまで紹介する予定です。ラダック雪氷の旅は3部作になりそうです。次の動画はちょっと時間がかかるかもしれませんが、お待ちください。最後までご視聴ありがとうございました。また見に来てください。またね。